はい、どうもこんにちは。マーブラックでございます。本日はですね、中古車の見分け方をご紹介したいと思います。はい。中古車の見分け方ということで、これからワゴン R を探す人、はたまたマイカーでね、ワゴン R をお持ちの方は参考になるのかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは参りましょう。レッツゴー。はい。ということでですね、まずは紹介していきたいと思うんですけれども、こちらはですね、マーブラが数々のワゴン R を、見てきた中で、ここは見とかなきゃいけないなとか、私がここを見とかなかったから失敗して購入しちゃったなというのがございますので、そこを踏まえてですね、ご紹介していきたいと思いますのでね、ワゴン R をこれから探す人は、よくチェックをしていただいてですね、同時にワゴン R をお持ちの方は、自分の車が果たしてどうなのかというのをチェックしていただければと思いますので、参りたいと思います。まず一つ目なんですけども、一つ目はですね、こちらルーフ塗装になります。ルーフ塗装はですね、屋根の部分なんですけれども、これ結構、このワゴン R を購入するにあたって、スズキの車両、他の他社の車でも、もちろんルーフがくたびれてるっていうのはあるんですけれども、ワゴン R 特に多いです。はい。年式が古いからっていうのもそうなんですけれども、ワゴン R のまずルーフっていうのは、半分の割合ぐらいでクリアが剥がれかけてる。または、剥がれてしまっているというのがありますので、こちらをですね、ぜひ確認してください。これ塗り直せる人とかだったら問題ないんですけれども、やはりルーフの塗装って面積も大きいので、結構塗るのって大変なんですね。マーブラも経験あるんですけれども。なので、もしご自分でできないようであるならば、ルーフ塗装気になるようであるならば、お店で頼むのか、それとも乗り続けられるのかっていうのを踏まえた上で検討していただければなと思います。よくね、ボディの側面部とか、前とか後ろとかっていうのは見るんですけども、ルーフって結構視線から外れちゃうところなんで見落としがちになっちゃうんですよね。で、購入してから、そういえばって何気に見てみたら、あれこんなにくたびれてんのっていうのなんかもありますので、ルーフの見落としっていうのはよくありがちなので、こちらをですね、必ずチェックしていただければなと思います。続いて2点目なんですけども、2点目はですね、下回りです。はい。こちらは下回りを除いていただいて何を見ていただくかというと、まずはジャッキアップポイント。こちらのジャッキアップポイントを見ていただいて、潰れていないかどうか。はたまた、なんか挟んだような跡がないか。これね、挟んだような跡がある場合というのは、修正機にかけている場合があります。おそらくワゴン R とかだったら修正機をかけるっていうことはそうそうじゃないとないと思うんですけれども、時としてあるかもしれませんので、こちらをチェックしてください。同様に下回りをチェックした時に見るべきものはサビです。はい。こちらはですね、4WD 車だったらなおさら可能性は高いんですけれども、雪国の車両ですと塩化カルシウムの塩害を受けてしまうために、下回りが錆びてる車両がちょいちょいあります。はい。4WD 車は半数の割合ぐらいで錆びてる可能性が高いですので、こちらもですね、ぜひチェックしていただければと思います。これでね、購入してからミシミシとか出てきちゃったりとかしたら多分不快な思いになっちゃうと思いますので、で、なかなか修理するって言ってもボディなので、ボディの修理ってやっぱ厄介なんですね。なので、できるだけね、チェックしといた方がいいんじゃないかなと思います。よく、年式相応の経年劣化とかってよく言われるんですけども、ないものはないです。はい。錆が生じていないものはちゃんと綺麗なものは綺麗なものでありますので、やはり扱われ方っていうのが大きく出てくると思いますので、こちらはですね、錆びてないものを購入した方がいいんではないかなと思います。続いて3点目なんですけれども、3点目はですね、ガラスです。こちらはガラスに関しましては特にフロントガラス。
サイドのガラスとかっていうのはつきづらいんですけども、フロントガラスはですね、飛び石を食らいやすいんですね。高速道路なんかでよく使われていた車両なんかっていうのは、飛び石を食らってですね、ガラスにひびが入ってるとかいうのがありますんで、あまりにも100円玉よりも大きいサイズの飛び石を食らっている場合のひび割れは車検にも通らないと言われてしまっていますので、こちらはですね、よくチェックした方がいいです。ましてや、運転するときにですね、視界のところにですね、飛び石の食らった傷を見ながら運転するってすごく違和感あるんですね。マーブラも運転するとき気になってたんですけど、気にならない人は気にならないかもしれないんですけども、やはり長く運転するってなると気になってしまいますので、そちら辺のね、チェックもしといていただければと思います。続いて4点目なんですけども、4点目はですね、こちらはヘッドライトです。昨今ね、ヘッドライトの検査基準が変わります。なので、ハイビーム検査からロービーム検査に変わるということで、昔の車だとですね、ハイビームの検査項目でクリアするように作られているので、ロービームだと結構引っかかりやすいんですね。ましてや経年劣化でレンズが曇ってたりとかしてしまうと、漏れなく検査を不合格になってしまうということにも陥りやすいんですので、もし曇ってるヘッドライトがありまして、ただどうしてもこの車が欲しいっていう時に関しましては、ご自分で交換するっていうことができるんだったらご自分で交換した方がいいし、はたまた購入する車屋さんで、車屋さんがそれをどうにかしてくれるっていうんであるならば、そういう車屋さんは信用できると思います。それをもう自分でどうにかしてくれみたいな感じで言われちゃう車屋さんっていうのは、まあ投げやりなのかなっていう感じもしますので、マーブラもそういうところはいくつも出会ってますので、よくよく検討して選んではいかがかなと思います。続いて5点目なんですけども、こちらはですね、エンジンの方に移るんですけども、エンジンルームのオイル漏れです。オイル漏れに関しましては、ワゴン R で言いますと、まずタペットカバーって言って、エンジンのてっぺんにある部分のカバーからオイルが漏れていることです。そちらと、オイルエレメントシールって言って、これはエンジンを下から見るような感じになるんですけども、フロントバンパーの下から覗き込んでですね、オイルフィルターというのがついてますので、そちらのオイルフィルターからエンジンオイルが漏れてないかっていうのなんかをチェックしてみてください。じんわりだったら早めに交換すればどうにかなりますけども、もうベタベタにオイルフィルターが汚れてるってなると、これも完璧アウトでございますので、こちらはですね、お店に相談してください。そのお店がやってくれるんだったらやってくれるで救われてますし、これをやらないって言われちゃったら、果たしてそんな車販売しちゃっていいのかいっていう疑問がちょっと浮かんでしまいますので、マーブラ的にはですね、直してくれる車屋さんは、信頼できるんではないのかなと思います。全部現状販売っていう車屋さんなんか一切手つけませんので、もうそこは本当自己責任になってしまいますので、くれぐれもご注意いただければと思います。続いて6点目なんですけども、6点目はですね、こちらはエンジンのトップにあるエンジンオイルを注入するところなんですけども、そちらのキャップを開けていただいて、そこから見えるエンジンの内部です。そこら辺のエンジンの内部がウーロン茶色になってるエンジンは、果たして以前エンジンオイルをちゃんと交換されていたのかなって微妙に思う車両のエンジンでございます。はい。これがビール色とかまでだったらまだ許容範囲です。距離走っててもどうしても黄ばんできてしまいますので、致し方ないんですけれども、これがウーロン茶色になっちゃってたら、結構オイル管理雑にやってたんじゃないかなと思います。これはマーブラの経験上なんですけれども、やはりね、一番最初の我が愛車の FTS リミテッドなんですけれども、こちらの最初に乗っかってたエンジンはもうウーロン茶色でした。そしたら案の定、オイル上がりで時折煙吹いたりとか、そういうのなんかが多々ありました。あとは、エンジンオイルの消費がですね、とても激しいです。もう3000キロ走った時にエンジンオイルの確認をしたらもう残り1リッターぐらいしか入ってない状況となっておりまして、とんでもないなというような感じがしました。
今はもう走行距離が48,000キロのエンジンになってますんで、エンジンオイルの減りっていうのが明らかにもう変わったんですけれども、以前のエンジンはとんでもなかったです。はい。なので、ウーロン茶色のエンジンの中身が見える場合はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。エンジンの付け替えもそうそう簡単にはできませんので、ビール色ぐらいまでが許容範囲かなと思いますので、エンジンオイルのフィラーキャップを開けた中のエンジン内部をですね、見たときに何色に色が染まっちゃってるのかっていうのを見ていただければと思います。ウーロン茶はダメでございます。気をつけてください。続いて7点目なんですけども、7点目はですね、エンジンのかかり具合です。こちらはエンジンをかけるときにエンジン始動してもらえると思うんで、エンジン必ず始動してください。そして始動したときにエンジンのセルモーター、回り具合がキュ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 ブオンってちゃんとかかるんであれば問題はないと思います。ただし、キュッ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 グワンってちょっとなんか間が空くようなエンジンのかかり方、一般的なエンジンのかかり方とは違うなって思うようであれば、バッテリーがちょっと弱いんじゃないかなっていうのも感じますので、こちらもね、よくチェックしておいてみてください。エンジンかかるかどうかっていうよりも、バッテリーの寿命具合がね、どうかっていうのもありますので、まあもしかしたら、しばらくエンジンかけてない車両でバッテリーがちょっと上がり気味だったっていう可能性もありますので、まあそういうところに関してだったらしばらくエンジンかけてれば大丈夫なんでしょうけども、もう明らかにセルが回らないよとかっていうんであれば、購入時の時はどうなるのかっていうのをですね、よくチェックしていただいて、それで車屋さんが対応してくれるんであれば問題はないと思いますが、そのまんまだよって言われちゃったら、ちょっと後々厄介になっちゃうと思いますので、そこは十分くれぐれも気をつけてチェックしていただければと思います。続いて8点目なんですけども、8点目はですね、車のエンジンのかかり具合に含めまして、アイドリングです。最初ね、エンジン冷めてる時っていうのは、エンジンかけたってってアイドリングがどうしても高くなってるんですけども、アイドルアップっていうので、アイドリングがちょっと高めになるんですけども、問題は、エンジンが温まってからのアイドリングです。マーブラの経験上ではですね、ワゴン R MH2122S に関してましてですと、だいたいエンジン温まって落ち着いてる時のアイドリングの回転数は800から900回転です。これが1000回転以上になってると、ちょっとアイドリングが高いんじゃないかなと思います。そして、アイドリングが高い車両でよくあるトラブル、またはもうその症状が出てしまっている状況ですので、異常が出てきてるんじゃないかなと思う場所に関しましては、ISCV です。ISCV と言いまして、スロットルをコントロールするバルブがあるんですけども、電子機器がですね、異常をきたしている場合がございます。そして、特に多いグレードは DI 車両となっています。DI のエンジンは直噴エンジンと言われているエンジンで、燃費がいいと言われるんですけれども、すすが溜まりやすいエンジンとなってまして、どうしてもその ISCV というのはトラブルが合いやすいです。なので、アイドリングが高い車両というのも DI のグレードが非常に多い傾向があります。なので、DI なんかはね、特に注意をしてみていただいて、アイドリングが落ち着いてんのにもかかわらずアイドリングが1200回転とか、ひどいと2、3000回転回っちゃってる車両なんかも中にはありますので、それはもうほぼ ISCV が壊れてるって言っても過言ではない状況となっておりますので、そこをですね、必ずチェックしていただければなと思います。お店によってはそのまんまの状態もありますし、お店によっては直してくれる状態もあると思いますので、そこをどうしてくれるのかっていうのなんかを確認してから購入した方がいいと思いますので、くれぐれもお気をつけください。そして9点目なんですけども、9点目はですね、こちらはエアコンです。はい。エアコンも冷房がちゃんと効くのかどうか。エンジンかけてエアコンスイッチを押していただいて、そして温度を一番最低温度に設定してください。そしてエアコンスイッチが入っているかどうかの確認をしていただいて、エアコンスイッチが入ってるんであるならば、普通は冬場でも冷たい乾燥した空気が出てきます。ただ、エアコンが効かない車両であると、夏場だったらジメジメした空気、あったかい空気が出てくるし、
冬場だったらなんか大して冷たくない、変わらない風が出てくるとか、乾燥した空気っていうのがポイントですね。除湿をしてるかどうかなので、乾燥してない空気が出てきている場合は、冬場であってもエアコンが効いてないんじゃないかなっていう可能性が高いですので、ここはね、十分チェックしてみてください。ガスが漏れてるのかもしれないし、はたまたガスが少ないだけかもしれませんので、どちらかは開けてみないとわからない状況の故障となっておりますので、これはね、くれぐれも十分気をつけていただければと思います。続いて、10点目なんですけれども、10点目はですね、パワーウィンドウスイッチです。これもよくね、ワゴン R は壊れます。壊れる場所は運転席のパワーウィンドウスイッチが、もうここ一択です。基本的にはここ一択で壊れます。よく壊れる症状としては、まず運転席のパワーウィンドウがオートが効かなくなるというのが出てきます。最終的に助手席側とか他の後部座席のパワーウィンドウが効かなくなってきたりとか、そういうのが出てきますので、これもね、よくあるトラブルなんですよ。で、マーブラの経験上で、パワーウィンドウスイッチ純正のが壊れてしまったので、ネットで売ってる、4、5千円ぐらいのね、パワーウィンドウスイッチを購入して、新品購入したんですけども、新品のやつも結局ダメです。すぐ壊れます。はい。マーブラの FTS リミテッド、それに新品に交換したんですけど、3日でオートスイッチがなんか接触不良を起こすようになりましたので、なんとも言い難いなっていうのが正直なところでございます。なので、パワーウィンドウスイッチなんかもね、よく見ていただければなと思います。続いて、11点目なんですけども、こちらはですね、内張りのルーフです。車内に乗って、まず、周りをね、よく見るんですよ。周りをよく見るんだけども、外でも中でもやはりルーフ部分っていうのは結構見落としがちで、ちょっと上をこうやって見てみてください。その時に髪の毛とか汚れとか手のなんか触った跡とか、そういうのがよくついてる車両は多いです。これね、内張りって結構塗装するって言ってもなかなか大変な作業なので、結構高額になっちゃうんですね。なので、できれば購入前にね、自分が許容できる範囲の汚れなのかどうなのかっていうのをチェックしていただければいいかなと思います。中には中古車といえども、綺麗なものは綺麗なもので、出回ってます。ただ、一部ね、汚い車両なんかもあったりとかしますので、これはね、見落としなくチェックしていただければなと思いますので、くれぐれもお気をつけください。ということでね、11点ほどちょっとお話ししてきたんですけれども、今話した内容を全部クリアできる車両はおそらくありえないと思います。まあやはりもうワゴン R MH2122S だったらもう20年近く経つ車両となりますので、この車両をですね、今お話しした内容を全てクリアできている車両っていうのはよっぽどの程度を持った車両となりますので、まあもしその車両があるんであるならば相当高額な車両となりますので、まあその値段とですね、ご自身の希望がどこまでリンクできるのかっていうのなんかをよくチェックした上でですね、検討していただければと思います。そしてダメージを受けてるであるならばあるで、果たしてまあそれを自分で直せるのか。自分で直せるんだったら直せるで安くも仕上がるし、もう新しくなりますので、納得のいく仕上がりになると思いますし、はたまた購入するお店で対応してくれるのかもしれないし、それだったらね、まあ無料で対応してくれるんじゃないかなとも思いますし、それでお金取るんだったらどこでも一緒だしね、はい。他の車屋さんで直していただくっていうのも一つの手段だと思います。ただ結果的に予算が倍増してしまうんであるならば、それもいかがなもんかなと思いますので、その予算との兼ね合いっていうのがね、非常に重要だと思いますので、どこまで自分が許容できるかっていうのが大事になってきますね。残念ながらですね、全部とは言わないんですけども、悪質な中古車屋さん多いです。本当に。ちょっと前にね、テレビでも話題になりましたけども、本当に悪質なの多いです。マーブラも、基本マーブラの中古車屋さんに持ってるイメージっていうのは、こちらが不具合を聞かない限り絶対回答しないです。むしろ不具合を言ってくれる中古車屋さんの方がむしろ有料店です。基本黙ってて、それで例えば現状販売だったら現状販売で
黙っててあなたが見てください。あなたが見た上で納得して購入したんですよね。だからうちは現状販売なんで何も対応できませんっていう流れがもう出来上がっちゃってるので、これはね、ほんとそういう中古車屋さんに出会ったら、まずそこではマーブラは買いません。悪質極まりないので、マーブラはまず買いません。ただ、それをマーブラは経験してきたので、中古車屋さんがどう思うかは知りませんが、マーブラはですね、わらしべ長者で販売している車両に関しては、不具合はもう全部言ってます。はい。それで、お客さんが納得した上で購入していただけるんであれば、マーブラは販売しますし、同時に、もし後々ね、トラブルが起きちゃった時に、他の修理屋さんよりも、もちろん購入してくれたんで、安く修理するっていうのなんかも助言はしてますので、マーブラはとにかく中古車屋さんでいい思いをしたことは一度もございません。むしろ、ここの車屋いい車屋だよってあるのがあるんであれば、紹介してもらいたいぐらいです。はい。それぐらいマーブラはいい中古車屋さんに出会ったことは一度もございません。これから車を買う人に関して言っときます。大体不具合の箇所を言う車屋さんって少ないです。言ってくれる車屋さんはラッキーです。なので、そういう車屋さんをね、探しましょう。すべてがすべていい中古車屋さんとは限りませんが、ただ、その不具合を言ってくれる中古車屋さんっていうのはまだ有料店だと思いますので、ぜひそういう車屋さんをね、探していただければと思います。よくですね、何万キロ保証とか何ヶ月保証とかあると思うんですけども、保証適用外だから直せませんとかっていうのは多々あります。なので、保証付きであろうが、もう現状販売で車を買うぐらいの気持ちで、車両をよくチェックして、購入前にね、よく確認していただくことっていうのは大事なのかなと思いますので、これはね、本当に中古車買うときって大変なんですよね。よくよくチェックしていただいて、それでご自身が納得いくか。もう、車両を目の当たりにしてしまうと、やはり欲しい欲の方が先走っちゃうんですよね。ただ、必ずマーブラもそれで痛い思い何回もしてますので、必ず、欲しいと思ってる車を目の前にしたとしても、落ち着いてください。落ち着いて、もう勢いで買っちゃダメです。マーブラのクロラパンの購入の失敗のようなのと同じで、落ち着いて買わないと、ろくな目に遭いません。なので、落ち着いてしっかり自分の見るべき内容、私が先ほどお話しした内容っていうのをよくよくチェックしていただいて、それで許容できるのかどうなのかっていうのを検討した結果、購入するっていうのが一番いいと思います。じゃないと、マーブラみたいに何度も同じ痛い思いをしてしまいますんで、くれぐれもお気をつけいただければなと思います。今回ですね、中古車の購入の見分け方ということで、一通りお話しさせていただいたんですけども、ぶっちゃけ言っちゃえば、キリがありません。もう本当、いろんなところをもっともっと細かいところを見るべきところっていうのはあります。ただ、やはり、先ほどお話ししたのと同様で、自分の中であれって思うところは、迷わず車屋さんに聞いてください。車屋さんは言いません。なので、自分から聞くっていうことを大事にしていただければなと思いますので、ぜひね、こちらの動画を見ていただいてから、車を購入検討していただいた方が、マーブラ的には少しはお役に立ったかなと思いますので、ぜひ、参考にしてもらえればなと思います。ということで、最後までこのチャンネル気になるなと思ったらチャンネル登録をしていただいてですね、この動画がいいなと思ったら高評価を押していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽいということで、マーブラはパーでございました。ということでですね、またお会いしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。